本日はユーロ円をテーマに相場観察していきたいと思います。はじめこちら、週足になります。週足は今週安値、更新が観察されました。足元の相場では、こちらの10月の29日週の経線がレンジの上限をブレイクし、さらにこれを踏襲すべく2週のスラストアップがあり、先週の足はザラバに安値を試して切り返し、スパイクローのサインを点灯しました。しかしながら今週の下落はこれを否定するような動きであり、なおかつ支配的なモメンタムであったことから、頭の重さだけでなくしばらく上値トライの否定が示唆しているとも解釈できます。そして次週以降の戻りの参考としましては、こちらのボリンジャーバンドの基準線である20週間の移動平均線、こちらはプライスが158円の中盤、こちら目前ですからトライがありましたら容易に割り込まれるでしょう。さらにその下としましては、こちらの10月の、1日週ですね。こちらのスパイクロー示しましたポイントが154円の前半あたりまでは大した支持ゾーンがなければ次週早々にでもトライを視野に入れるべきと考えています。続いて日足になります。日足は現在プライスが拡散された GMMA 長期束およびボリンジャーバンドのマイナス2シグマ付近を試しています。より拡大して見ていきますと、こちらの10月の3日の経線が直近の安値を大きく割り込みあったわけですけども、こちらの翌日の経線がこれをインサイド続落ができずに形成して、その後は平行ゾーンをブレイクして再度切り返しがありました。つまりこれら一連の動きをもって典型的なデッドクロスの失敗とフェイクセットアップのサインを成立したわけになります。そしてより直近の動きで見ていきますと、こちらの11月の21日の調整、こちらがですね、高値つけまして反落調整があったわけですが、これの翌日切り返しがあったわけです。ですから本来的にはこちら支持確認後再度上限を捉え、そういったことが見込まれたわけですが、今週の動きで見ていきますと、2日の取引日が例外なく陰線引け、さらに先ほどの支持ゾーン、こちらの支持ゾーンおよびこちらのトレンドライン、さらにボリンジャーバンドの基準線といった重要なポイントを割り込んでおり、金曜日に至ってはこのように GMMA の 60EMA とボリンジャーバンドのマイナス2シグマ付近で、引けたわけですね。ですから次週以降の相場で何らか切り返しがあったとしましても、先ほどのブレイクされた元のサポーティングゾーンは抵抗ゾーンとしての機能を果たしやすいというふうに言えます。ですから日足における目先のユーロ円としてはいずれもデッドクロスを形成してさらなる続落の蓋然性が非常に高いということになります。最後にまとめになります。ユーロ円の今後の相場を追っていく中で、当面高値回復が困難になることも想定しているわけになります。それは早急な、次週の切り返し、支持確認後のレンジの上限定着、そういった動きがない限り順次サポーティングゾーンを試していくことを意味するわけですね。ですから強めの反落も視野に入れるべきと言えるでしょう。私個人的には今月が12月であって年末ですから、実需に伴う円の買い戻し、そしてテクニカル上では先週のストラテジーの動画でも申し上げました通り、スピード超過とも言えるですね、現時点までこのような上昇モメンタムを維持してきたわけです。具体的にはこちらの経線が本年度の1月からですね、このような一貫したブルトレンド保っており現在まで来ていることから、今月、ひいては来年度上期あたりまでは黒線全般にも言えますが、保ち合いが継続されてもおかしくないというふうに思っています。ですから新規エントリーは当面お休みして、下で買ったポジションも場合によっては、ロスカットも想定しつつ今後も相場を追っていきたいと思っています。時刻は12月の3日朝の6時前後です。本日ご視聴いただきましてありがとうございました。